んにちは、池田真子です。はい。今回は 3COINS の購入品を紹介していきます。今回は新商品の収納グッズを中心に、あとお菓子とかも買ってみたので、順番に紹介していきたいと思います。ぜひお買い物前の参考にしてください。はい、では1点目こちらです。マグネット傘掛けを購入しました。こちらは660円で販売されています。今回はマグネットで玄関のドアに取り付けられるような収納グッズがいろんな種類出ていて、その中からちょっと一番シンプルな傘掛けを選んでみました。玄関の収納場所って結構限られやすかったりすると思うんですけど、マグネットで浮かせられるのはすごい便利ですよね。はい、本体はこちらです。で、こちらに傘をかけられるようになっていて、このベースの部分がちょっと丸い形になっているのも可愛いですよね。で、後ろがこんな感じでマグネットになっています。結構重量感もあってしっかりとしているし、ちょっとマットな感じもドアに馴染みやすそうですよね。普段の傘の収納場所としてかけておくのもいいと思うし、これから梅雨で傘を使うシーンが増えると思うので、そういう時に一時的に引っ掛けて乾かしておくみたいな形で使うのもいいと思います。マグネットが対応する場所だったらどこでも使えると思うので、玄関に限らず、キッチンとか洗濯機周りとかでも使えるのかなと思います。はい、ではこちらを玄関のドアにつけてみます。マグネットも結構しっかりしてますね。で、あとはもうここにこのまま傘をかけられます。今2つかけても結構幅もゆとりがあるので、家族分の傘もかけられそうですね。耐荷重とかはわからないんですけど、今2個かけているぐらいだったら全然動く感じはしないです。はい、あとはちょっとフックとかもかけると他の小物もかけられると思います。例えばちょっと帽子をかけてみたりとか、あとはマスクとか、こういう感じでさっと取り出したいものとか、忘れがちなものとかが必ず目のつく場所にあると忘れないと思います。他にもマグネットが対応する場所であればつけられるので、洗濯機横に貼るのも良さそうです。で、ちょっとしたハンガーをかけておいたりとか、隙間収納に役立ちます。角度も結構お好みで変えられるので、ちょっと斜めにしてスプレーをかけてみるのも良さそうです。まっすぐでもいけるかな。まっすぐでもいけますね。いろんなものをかけて収納に使えます。はい、続いてがこちら。段ボールストッカーを購入しました。こちらはお値段550円で販売されています。皆さんは普段段ボールってどうやって収納していますか？結構そのまま置いちゃうと広がりやすかったり倒れやすかったりとかして悩みますよね。で、いろんな段ボールストッカーも販売されてると思うんですけど、こちらは結構コンパクトめなスリムな形になっていて、あとはこれ本体も軽いので気軽に動かせるのもいいなと思います。めっちゃシンプルな形ですよね。で、こちらに段ボールをセットしたら、下から浮かせるような形でセットしておくことができるっていうのと、あとはこの上の部分がよく見るとちょっとね、カーブがかってるんですよ。なので、段ボールをいっぱい挟んでも、持ち手ができるようになっています。このまま気軽に移動できるのも便利ですよね。段ボールの収納可能枚数はだいたい6枚から8枚収納できるようになっています。で、ちょっとちっちゃいかもしれないですけど、段ボールを挟んでみます。イメージとしてはこんな感じですね。で、底が浮くので紐も通しやすいと思います。今3枚だけ入れてるんですけど、これだったら結構余裕もありますね。物自体はすごいスッキリしてるんですけど、でも実際段ボールを入れて床に置いても全然倒れそうな感じもしないし、結構かさばるものというか、あんまりしっかりしたものを買うとちょっとお部屋に置いとくのも邪魔になりそうだしっていう時も、これだったら気軽に置けるのがいいですよね。結構最近は100均グッズで壁に浮かせたりっていう方法もあると思うんですけど、これはちょっと凹凸があるので壁に沿わすにはちょっと工夫が必要なのかなっていう気はするんですけど、普通に置いて使う分にはめちゃくちゃ使いやすいと思います。はい、じゃあちょっと段ボールの定位置を作ってみます。これを置いて段ボールをセットしていく。はい、こんな感じで大きさ違いのものも簡単にまとめられます。ちょっと触るぐらいじゃ全然倒れないし、意外と安定感もありそうですね。で、前後に持ち手がついているので、こんな感じで持ち上げて移動することもできます。で、紐を通すときは、もしこういう風に段ボールがパンパンになったとしても、ここに隙間があるので、ここから通せます。こういう風に通して、そのまま下をくぐって、ちょっとひっくり返して、
で、またこの下から持ち上げてくる。はい、こんな感じで紐を通したら、もうここで簡単に結べます。ぐーっと。外しちゃってもいいか。はい、こんな感じで簡単にまとめられました。これまとめた状態でもそのまま置いていくこともできるし、ゴミに出すときもこのまま簡単に取り外せます。これ紐が通しやすいのはめちゃくちゃ助かりますね。はい、こんな感じで段ボールをまとめた状態で置いておくこともできます。で、ゴミを捨てるときもこのまま簡単に取り外せます。これ紐が通しやすいっていうのはすごい便利ですね。ちょっと試しに浮かせられるかフックもつけてみます。この両サイドだとフックが届かなかったので、もうちょっと今回はこの真ん中に1個つけてみたいと思います。はい、ではフックをつけたので、ここにさっきの段ボールストッカーをかけます。はい、こんな感じで浮かせられました。はい、でこんな感じで浮かせられればお掃除もしやすいと思います。横から見ても意外とそんなに場所を取るわけではないかなと思います。はい、次がこちらです。シリコンマグネットガジェットホルダーの3個セットを購入しました。こちら550円で販売されています。カラーはこのアイボリーと他にグレーもありました。はい、商品はこちらです。これ全部シリコン素材になっていて、で、裏にもう粘着テープがついています。なので、これをそれぞれ壁とかつけたい場所と本体に取り付けて、で、こんな感じでマグネットで浮かせることができるような商品です。結構リビングでリモコンをなくしやすかったり置き場に困っている方も多いと思うんですけど、そういう時にこちらを使えばもう定位置も決められるし、パッと取り出すこともできるし、すごい便利なんじゃないかなと思います。あとは電源タップとかも床に直置きしてるとホコリが溜まりやすかったり邪魔になりやすかったりすると思うんですけど、これがあれば浮かせることができます。で、一応これ電源タップとか大きいものや重たいものに取り付ける場合は2個ぐらいをつけてセットするのがいいみたいです。今ちょっとテープ外してみたらこんな感じで剥がし跡が残りにくいタイプのテープでした。これだったらもう気兼ねなく本体にも貼りやすそうですよね。で、一応剥がし跡は残りにくいタイプにはなっているんですけど、直接壁とか凹凸感のあるところに貼るとちょっと固定しにくいかと思うので、極力平らな面に貼るのがいいと思います。あとは壁に貼るんやったらクリアファイルとかホッチキスでやってもいいかなと思うので、ちょっとまた試してみます。ではホルダーを使ってリモコンを浮かせていきます。まずは小さい方のホルダーをリモコンに貼り付けます。もう付属で粘着テープがついているのでそのまま貼るだけです。そしたら大きい方を壁に貼るんですけど、そのまま貼ってしまうと凹凸感のある壁だと粘着が残ってしまう可能性があるので、今回は事前にカットしたクリアファイルをベースに貼ってみました。こんな感じでホッチキスを使って先に固定していきます。そしたらその上からホルダーを粘着テープでそのまま貼ります。綺麗にカットすればクリアファイルも目立たないですよね。あとはマグネットでホルダーを浮かせます。こんな感じで意外としっかりと浮かせられました。これぐらいの軽いリモコンだったら全然マグネット1個でも大丈夫そうです。で、同じようにリモコンを2つ浮かせてみました。これだったらツルツルした面じゃなくても粘着とか気にならずに壁に浮かせられるので、賃貸の方もぜひ試してみてください。はい、続いてこちら。3連キーホルダーを購入しました。こちらは330円で販売されています。カラーはチャコールグレー、こちらのブラック、他にシルバーとゴールドもありました。すごい。はい、商品はこちらです。これカラビナに3つのカラビナがついてるのかなと思ったら、この真ん中の部分もカラビナになっていました。なので、こちらをバッグとかに取り付けたら、好みのものをかけれるようになっているのと、ちょっと数多いなってなったら開けて、はい、こんな感じで数を調整することもできます。はい、ではちょっとこちらのリュックに取り付けてみます。このヘイニさんとのコラボリュックには前に D カンがついてるんですけど、こういう場所にこちらをつけます。はい、あとはこういった小物をお好みでセットしていきます。ポケットティッシュとか、これ前に紹介した3COINSのフレグランス。はい、あとエコバッグを取り付けてみました。はい、全部つけるとこんな感じです。たくさんこの前に小物をかけられるっていうのはすごい便利ですよね。
しかも使いたい時はもうさっと取り出せるので、このバッグを開ける必要がなくなります。で、しかも、ちょっと必要ない時とかは、このまま簡単に取り外して、他の場所につけるっていうこともできるし、さっきみたいに好きな個数だけ調整するっていうのもできます。すごい、これ1個あったらめっちゃ便利かも。はい、他にもリュックに限らず、こういうショルダーバッグとかにもつけれます。はい、こんな感じですね。機能として便利なアイテムをこうつけるのもいいと思うし、ちょっとお気に入りのストラップなんかをつけてアレンジすることもできると思います。はい、あとはこの真ん中の部分が360度回転になっているので、取り出したいものを手前に持ってきて使うっていうことができるので、なんか変に絡まったり取り出しにくいっていうこともないと思います。はい、続いてがこちら。引き出しボックスの2段です。こちらは1100円で販売されています。今回新商品でこの不織布の収納ケースがいくつか出ていたんですけど、その中から引き出せるタイプっていうのを買ってみました。なんか引き出しのケースとかボックスを買うと、その使わなかった時とか、もし不要になった時に結構かさばったりするじゃないですか。でもこれは使わない間、こんな感じでコンパクトに折りたためるようになっているので、それもすごい便利ですよね。はい、こんな感じでパーツが入っているので、組み立てていきます。まずはメインの方を開いて、ここがファスナーになっているので、これで留める感じですね。こんなにコンパクトになる。はい。あ、もうこれで仕切り付きの棚ができました。意外と結構しっかりしてますね。なんかプラダンみたいなのが入ってんのかな。なんか僕 3COINS でさ、いつもなんか不良品というかさ、なんかそれに当たる気すんねんけど。1個しかおらんよ。もうなんで？はい、あとはこんな感じで開いて、その底の部分にこの仕切りというか、ベースになる部分をセットします。で、これ本来2つ入ってると思うんですけど、なんかね、1個しか入ってなくて。なので、こういう時は、購入した店舗とかサイトにお問い合わせしてみてください。ちょっと今回はないのでこのままいきますね。このベースの部分入れるともう結構しっかりしています。これで埋める。で、イメージ的には、これも、はまる。はい、こんな感じです。実際引き出してみると、これ物自体がしっかりしているので、意外とスムーズに出し入れできます。結構不織布なので柔らかくて結構引っかかりやすかったりするんかなとかも思ったんですけど、全然そんなことはなさそうです。あんまり重たいものとかを入れると若干その重心が下がって引き出しにくくなったりとかはする可能性もあるかもしれないんですけど、結構軽いものとかであれば全然大丈夫だと思います。で、こちら本体自体すごい軽いので、棚下とか棚上とか、いろんなところに気軽に移動もさせやすいし、デザインがシンプルなのもいいですよね。しっかり持ち手もついているので、引き出しやすいです。底板があれば箱自体はしっかりするので、代わりにプラダンとか何か入れて固定しようかなと思います。はい、ちょっと底板がなかった方は、そこにプラダンを入れてみました。そうするともうすごいしっかりしてくれて、全然問題なく使えそうです。で、この物自体もすごく軽いので、気軽に移動もしやすいです。で、ちょっと物を入れていきます。まずはニット帽とか、あとストールとか、ちょっと使用頻度が低いものを下に入れます。このケースの幅も深さも意外としっかりあるので、結構たくさん入りますね。はい、こんな感じでしっかり入りました。で、上の段には部屋着とかを入れようと思います。で、ちょっと横にもまだスペースが空くので T シャツを入れて、はい、こんな感じです。よくある T シャツもこんな感じで畳んでるんですけど、これもある程度立てて入ります。きっちり立てるとちょっとはみ出やすかったりするんですけど、若干寝かせれば全然入るので、普段通りの畳み方でも入れやすいと思います。あとはこの引き出しも意外とスムーズですね。全然引っかかったりとかすることなく使えます。若干重たいものを入れると重さで下に行くので隙間とかは見えるかと思うんですけど、そんなにめちゃくちゃ重いものとか入れなければ全然十分使えると思います。で、あんまり上とかに物を置くと、上はそんなに強度が高いわけではないので、極力置かない方が無難だと思います。はい、正面から見るとこんな感じです。はい、最後ちょっとおやつを買ってみたんですけど、こちらです。
こんにゃくチップスの梅昆布味を購入しました。こちらは216円です。この3COINS が店舗によってこういうお菓子とか食品系も販売されていたりするんですけど、そこでちょっと気になって買ってみました。この梅昆布に惹かれた。しかも1袋81キロカロリーです。ヘルシー。約1丁分のこんにゃくをギュッと凝縮しました。ってことは、ここにこんにゃく1丁分が入ってるってことですね。それがお菓子になってる。食物繊維たっぷりのサクサク食感チップスです。ということで、開けてみます。やべえ。スマホが粉だらけになった。ちょっと開けるとき結構粉が飛びやすいので気をつけてください。で、中はこちらです。こんにゃくが結構たくさん入ってますね。私こんにゃくを冷凍してから炒めたら、ちょっとこう、変わった歯ごたえになるのが癖になって、ハモってたりするんですけど、それのもっとこう、乾燥させたバージョンみたいな感じですね。めっちゃ軽い。ってことはやっぱりこんにゃくってもうほぼ水分ってこと？はい、中はこちらです。こんにゃくを揚げてるんか。では、いただきます。軽い。ほんのり梅昆布の味で、このちょうどいい塩気が美味しいです。もうほぼ空気みたいな感じですね。しかもめっちゃサクサクです。ちゃんと味わって食べてると、ほんのりこんにゃくの香りがします。で、後から梅昆布。止まらなくなりそう。こう見たら結構入ってますよね。しかもこれ全部食べても81キロカロリーやったら罪悪感なく食べれるし、食感で歯ごたえもあるので、結構しっかり満腹感も感じやすそうです。食べてる感覚的にはすごい空気みたいに軽いんですけど、でもしっかり噛んだりとか、あと量もこれだけあるので、長くお菓子を楽しめるっていうのが嬉しい。食感を楽しみたいとか、ヘルシーなおやつを食べたいっていう時にぴったりだと思います。他にも3COINSの食べ物でこれ美味しいよみたいなのがあれば、ぜひ教えてください。ということで、今回は3COINSの購入品を紹介しました。皆さんの中で気になるアイテムはありましたか？ということで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。